はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回ですけど、この、小せいろちょっと改良してきます。具体的にはとりあえず計測用の温度計を1個追加。なぜ追加するかというと、現在この炉の中の壁面ですね、壁面に温度計つけてるんですけど、熱源が近いせいかどうも正確な数字が出てないような気がするんですよね。こちらの制御計の温度では、800度以上にしてるんですけど、実測値が800になってないんじゃないかっていうのもあって、1個温度計比較的正確な数字が分かる位置にもう1個追加して、ちょっと試運転してみますね。もしそっちの方が正確なら、制御用の温度計の位置を移設します。それと実はもうシリンダーヘッドの原型 PLA の原型はできてますが、この炉の中に実は入りきらないんですよね。これはもう最初から分かってました、正直。どう設計しても足りなくなるだろうなということで、それ自体はもう分かってたんで、炉の大型化ですね、少し上側に向かって大型化するようにします。その作業ですね、温度計を新設して現状をしっかり把握すること、それと炉を拡大してシリンダーヘッドが入るようにすること、あとちょっと今キャスターつけてますが、こっちのタイヤに変えます。今回その3つ3箇所やっていく予定です。延長する分量ですけど、レンガ1段分大きくしようと思います。使うレンガです。耐火レンガですが、イソライトの LBK の23使ってきます。これで1段こうやって追加ですね。天井に使えなくなると十分いけますね。これでこんな感じでやっていきます。じゃあ作業スタートです。まず天井ですね。天井に穴開けて温度計させるようにしますね。ちょっとドセンターだとちょうどこの継ぎ目、レンガの継ぎ目に当たっちゃうので、それは避けてちょっとずらしますね。ここにしときます。では穴開けをしますね。はい、ここに温度計取り付ける穴開けました。あとはこのステーで固定しとけば OK ですね。ただ温度計取り付けるより前にまずこの炉を拡張した方がいいですね。でないと正確な温度測れないんです。炉の容積が大きくなればそれだけ温度も上がりづらくなっていくので、それを考慮して先に作っちゃいますね。先にかさ上げして大きくしますね、炉を。ちょっとだからこれは一旦ちょっと残しときます。炉の拡張ですけど、蓋を一回ここ蝶番切った方がいいですね。蝶番切ってここを延長する形でやった方がいいでしょう。ここを延長するには断熱レンガ使って、断熱レンガのカットするんですけど、一応プリントしカット用のジグプリントしときました。これがあればここにノコを入れればちょうど切れる予定ですね。1個切ってみましょうか。とりあえず試しに1個切ってみますね。こんな感じで、こうすれば綺麗に切れますね。向きを反転させて反対側も切っていきますね。ただ断熱レンガノコギリで切るとノコギリすぐダメになっちゃうので、基本的には使い捨てとなります。
6個切り出し終わりました。次ですが、蓋外しちゃいますね。蓋外すときは、この金は移動せずこのまま残したいので、ここを切る形で蝶つがいのアームの部分切る形で蝶つがいが分解できないタイプの構造になってるんで、ここ切っちゃいますね。でアームを伸ばして少し広げる形にすればいいでしょう。蓋が外れると。蓋を外したら、とりあえずレンガ仮に並べてみます。切る用のジグ使ったので結構綺麗に切れてますね。いい感じで並びます。次はこのレンガが横ずれ防止するためのピンを入れていきます。接着剤みたいなもので固定するだけではおそらくずれてしまうので、それを防ぐためのものですね。はい、それでは、並べ終わったんですけど、これの固定このまま置いとくだけってわけにもいかないんで、余ってバイクのスポークの残骸ですねを使ってここに打ち込んでいくって感じですね。これ打ち込んでしまえば左右ずれるのは防げます。それで目地は全部パテできれいにして埋めていきますね。はい、これでだいたい配置ができたので、でもこのエッジちょっととんがって邪魔なので、ここ軽く削りますね。こんなもんでいいですね。丸くなりました。あとは組み立てていくだけですね。だいぶ深くなるね、これだと。なんとかなるか。この後はこのステンレスの板を外に巻いてきます。それと同時に、こっちの断熱レンガの場合ちょっと幅が狭いので、ここセラミックウールで一巻きして厚み出します。それで断熱性能も悪くはないでしょう。2枚がばらけたままだと巻きにくいので、とりあえず溶接しちゃいますね、ここは。板厚は 0.5 なのでそんなに難しくはないですね。これ 0.3 とか2になると結構大変になってくるんですけど、 0.5 ぐらいなら比較的楽です。
はい、これで溶接終わりました。よし。まあ強度に心配がないと思うので、これでよしとします。はい、結局耐熱コンクリートいまいちつきが良くないので耐火パテ使います。これも耐熱温度高いんで大丈夫でしょう。コストがちょっと高いのが難点ですけど、こっちの方が馴染みがいいんでこっちにしますね。よし、とりあえず重しを乗っけてちょっと落ち着くまでこのままですね。あとは目地をきれいに埋めたら外にセラミックウール巻いて断熱さらに強化して、で最終的にはステンレスの板巻いて完成です。それではセラミックウール巻いていきます。これはとりあえず巻いたら針金で固定しておけばいいですね。そしたらこの溶接したステンをちょっと仮に巻きます。まだ長いので長さを見るために巻いて、はい、ここの固定ですけど、このステンレスのバンドでやっちゃえばいいでしょう。いい感じかな。あとは蓋の蝶つがいをもう一回くっつければ OK と。で蓋は OK と。はい、それではあとはこいつにこの車輪つけてきます。
この今ついてる車輪だと積み込みの時がちょっと大変なので、こっちの大きいやつにしますね。まずは材料の切り出しやってきます。全部切り終わりと。この穴に合わせてシャフト作っちゃいますね。キー溝ついてますから、キーは外してシャフトを突っ込めば十分対応できるでしょう。はい、シャフト2本できました。ネジ穴も開けたんで、問題なく車輪につくね。OK と。じゃあフレームの組み立て進めていきます。あとはこことここで溶接しときますね。溶接が終わったら出っ張ってる部分をきれいにならしていきますね。はい、塗装も終わったので、あとは、穴開けとボルト止めですね。こっちと。
これでタイヤが大きくなったので、ちょっとした段差ぐらいなら軽く乗り越えられますね。よし。はい、実際の改造は今回の改造終わりました。やったことといえば車輪を新たにしたこと。これによって車への積み下ろしが楽になりますね。何しろ倉庫がここではなくてちょっと遠いとこにあるので、前の今まで使ってたキャスターだと積み下ろしが結構大変だったんですよね。なので、大きい車輪にしました。それと傘上げましたね。炉の内部の高さをだいぶ高くしました。これによって最大寸法だと、45センチまで、実測値、中にスキレットというか五徳が入ってるので43センチぐらいまでが最大容積になりましたね。違和感なくついてると思います。それと、温度計を上部にセット。これで一通りですね。OK だと思います。あとは実際に運転してのテストとなります。まあ重要なのはこっちの温度計とこっちの温度計でどの程度差があるか、それと上昇速度の違いですね。予想ではこっちの方が低く表示されてこっちの方が高く表示されてこっちの方が低く表示されます。どうしてもこちらの温度計、この横からセンサー取ってるので電熱線が近い、熱源が近いのでそうなるんじゃないかと思います。ではとりあえずはスタートさせてみましょうか。それでは運用テストスタート。設定温度を1000度にしときますね。それで今の時点では、上の温度計、上部温度計31度、下部温度計34度、側面温度計34度となってます。設定温度は1000度と。ではスタートと。ではこのまま目標温度に行くまで見ていきます。はい、ここはもうタイムラプスでパーッと撮っちゃいますね。やはり炉が大きくなったことによって体感的に今までより温度上昇緩やかな気がします。はい、制御計で、1000度到達しました。実測値天井側の蓋側の数字ではまだ960度台ですけど、実際には900度程度までしか使わないので、マックスでも900度程度を想定しているので、これでいいでしょう。では、スイッチオフと。今回のテストここまでと。じゃあこれを一覧にして表にしてきますね。はい、実際の温度推移を表にするとこんな感じですね。初期の上昇は早いですが、温度上昇に伴って徐々に低下していきます。これは仕方がないですね。目標到達温度の1000度に到達するまで約2時間半。これも前よりは遅くなってますけど、だいたいこんなもんですね。到達時間が多少ゆっくりにはなりましたが、必要な温度には到達しているので、今回の加工も特に問題なく成功したんではないかと思います。はい、一応、温度上昇試験も終わったんですけど、やはり上部温度計と側面温度計ではだいぶ温度違いますね。50度ほど差が出ます。上の方が低く出ますね、やはり。なので制御用の温度計こっちに切り替えますね。こっちだと高く出すぎるので制御が難しくなるので、こっちに切り替えて使っていきます。温度センサーの切り替えは配線付け替えるだけなので、見てても面白くないんでちゃちゃっと終わらせます。
これでセンサーの位置は付け替えたと。古い方のセンサーは配線だけまとめておけばいいでしょう。まあこっちに何かつけるかもしんないし、いずれ外すかもしれませんけど、まあ今わざわざ外すこともないのでセンサーだけは残しときます。はい、今回やる作業はこれで終わりですね。あとは焼成のテストを何回か繰り返してより良い条件を探していくのを進めていきますが、そちらはおそらく動画にしません。まあやってる内容が今までとほとんど同じ。ただ単に焼成時間を長くしたり、あとは焼成温度を上げたりという作業だけなので、最終的にデータがまとまったら公開するとは思いますが、今のところはまあ動画にしないでやっていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。